はいどうも、明智ピロシキです。玉ランパです。お願いします。今回の動画は、プロジェクトシャドウについてです。お、出た、プロジェクトシャドウ。はい。はいはいはい。プロジェクトシャドウっていうのは、ソニックアドベンチャー2にて、ルージュのセリフの中に何回か登場するワードなんですけど、ゲームの中では、究極の生命体開発計画っていうことしかわからないっていう。そうか。プロジェクトシャドウっていうくらいだから、シャドウと関係あるのかなっていうのはまあわかるわけなんだけど、結局ゲームの中でその詳細って明かされないんですよ。なるほどね。今回そんな謎に満ちたプロジェクトシャドウについて徹底解説していきたいと思います。楽しみ。全貌が明らかになる。はい。ファンの間でも最高傑作と言われるソニックアドベンチャー2のストーリーがより深く味わえるだけでなく、シャドウのバックボーンに関わってくる内容なんで、これを知っておくとシャドウっていうキャラクターとか物語の解像度が上がりますし、今後シャドウが登場するゲームや映画も倍面白くなること間違いなし。出た、倍だ。ありがたいんで、2024年はシャドウイヤーなんて言われてますから、この年もかなり楽しめること間違いなしということで、今こそ知っておきたいっていう感じですね。なるほど。ぜひ見てってください。はい。我々あけたまチャンネルではソニックがもっと面白くなるをテーマにソニック歴20年以上のオタクが解説、考察、ゲーム実況などいろいろ投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。では早速見ていきましょう。はい、お願いします。では早速、プロジェクトシャドウについて解説していくんですが、ソニックアドベンチャー2のゲームの中でどのシーンでこの言葉が出てきたのか、ちょっとおさらいしていきたいと思います。助かる。ではまずこちらの動画をどうぞ。あった、究極の生命体開発計画プロジェクトシャドウ。何々、どういうことこれ。まさか。じゃあシャドウは一体。ルージュより定時連絡。現時点ではまだこちらのシャドウが本物の究極生命体であるかどうか判断しかねます。プロジェクトシャドウについての調査は現状のまま継続。成功報酬の宝石お忘れなく。とんだ食わせ者だな。あら、じゃあそういうあなたはどうなのかしら。究極の生命体開発計画プロジェクトシャドウの経過報告書よ。もしここに映っているのが本物の究極生命体シャドウなら、今私の目の前にいるあなたは一体何者なのかしらね。ということでですね、改めて言いますが、究極の生命体開発計画ということしかわからないんですよ。改めてね、そうなんだね。ルージュ姉さんがいろいろ喋ってるような記憶はうっすらあったけど、改めて聞いても究極の生命体開発計画ということしかわかんない。そうなんです。なるほど。これは一体何なんじゃいということで、この詳しい内容はですね、実は当時発売された公式ガイドブックにて明かされています。そうなん。公式ガイドブックの中に50年前の真実という名前で裏設定みたいなものが書かれているページがあるんですね。ここにしっかりプロジェクトシャドウとは何だったのかということが書かれています。今回はこれをベースに解説していこうと思うんですが、前提として一応お伝えしておくと、日本版の公式ガイドブックと北米版のガイドブック、これ書いてある内容がかなり違ってるんですね。そうなん。はい。もう本当に内容が違いすぎて、ちょっとこれを同時に解説するっていうのは難しいんで、今回は日本版の内容をベースに解説していきます。なるほど。さらに細かいところを言うと、ドリームキャスト版で後に発売したゲームキューブで出たソニックアドベンチャー2バトル、こちらでもそれぞれ攻略本が発売されていて、その内容も若干違うんですよ。そうなんだ。はい。でもドリームキャスト版の方が上位互換というかかなり詳しく書いてあるので、今回は日本のドリームキャスト版の公式ガイドブックの記述をベースにしたいと思います。なるほど、了解しました。一応ソニックアドベンチャー2自体が日本脚本がオリジナルですし、初出に近い方というか、単純に情報量も多いよねっていうことでドリームキャスト版で日本版を選んでいくっていうことになるんで、なるほど。一応その点はご理解ください。はい、了解です。今回プロジェクトシャドウについては時系列順に解説していこうと思っていまして、3つのセクションに分けて解説します。まずプロジェクトシャドウ発足まで、続いてプロジェクトシャドウ開始から中止まで、そして最後にプロジェクトシャドウのその後、この3つのセクションに分けて解説していこうと思います。はい、了解です。では早速なんですけれども、プロジェクトシャドウ発足まで、ここを解説していきます。はい、お願いします。まずプロジェクトシャドウの中心人物はプロフェッサー・ジェラルド。出た。はい。エッグマンのおじいちゃんですね。本編にも出てましたね。はい。世紀の天才科学者と言われた本当にすごい人で、ジェラルドはもともとスペースコロニーアークでいろいろな研究をして暮らしていました。で50年前のとある日、きっかけは50年前に
遡るんですね。遡るね。はい、で当時の大統領、一応これソニックアドベンチャー2時点での大統領から13代前になるみたいなんですけど、リムジンに乗ってた大統領から13代前の大統領50年前の大統領から、極秘の依頼を受けます、その内容というのがですね、人類の永遠にして究極の夢、不老不死の研究に着手せよっていう依頼がジェラルドに舞い込んだと。舞い込みました、不老不死の研究、つまりプロジェクトシャドウっていうのは不老不死の研究です。なるほど。まずここ押さえておきましょう。でこの依頼を受けたジェラルド、最初は人類の部を超えると、人間が手を出していい領域じゃないよねということで拒んだらしいんですが、最終的には折れて計画への協力を受け入れてます。そうなん。はい、これがなぜなのか。確かに。この理由というのはですね、孫娘マリアの存在だったんですね。マリア出てきました。作中でもシャドウと一緒にいた女の子ですよね。そうですね。ジェラルドの孫娘マリア。この女の子についての情報も、ゲーム上ではあんまり詳しく語られないというか、なんかシャドウと関係あったらしいねぐらいの感じじゃないですか。確かに。マリアちゃんっていうのがどういう子だったのかっていうのも軽く解説するんですけど、まずマリアは生まれつき難病に侵されています。そうなんだ。でアークの医療研究施設で治療を続けてたんですけど、なかなか回復しないという状態だったんですね。でジェラルドの研究の一つとしてもこのマリアの病を治したいっていうのがかなり重要な位置を占めていたらしいです。なるほど。ちなみにマリアの病名についてなんですけど、一応そのガイドブックの方では先天性免疫不全症候群、NIDS という名前がついています。これ実際に存在する病気ではなくて、そうなんだ。実際に存在する病気としてはエイズっていう病気がありますよね。これは後天性免疫不全症候群 AIDS でエイズなんですけど、これをもじっていると。なるほど。いうことですね。こういう病気に侵されていて、一応症状としてはどんどんこう筋力が低下してしまって、次第に動けなくなってしまうよとか、そういうような病気らしいです。そうなんだ。はい。病名まで分かってるんですね。そうなんですよ。そこまで書かれてるんですね。確かに。作り込まれてるな。で、この病気がなかなかの難敵でして、天才科学者ジェラルドといえど、なかなか解決の糸口が見えない状況になっていた中、この大統領からの書簡、不老不死の研究ですね。そういうことか。最初は拒んでいたものの、もう不老不死の研究にすがるしかないかもしれない。そのぐらいジェラルドは追い詰められていたんですね。マリアちゃんを救うためにはこの不老不死という禁忌に足を踏み入れるしかないかもと、ジェラルドも追い込まれてたわけだ。そういうきっかけで、このプロジェクトシャドウに参加するに至ったと。そういうことか。ということですね。でこの研究自体はアーク内部でも極秘で進められまして、この世に存在し得ないものを作り出すという皮肉を込めてプロジェクトシャドウ。実体のないその影のようなものというか、この世に存在し得ないものという意味でシャドウ、プロジェクトシャドウと命名されたということが一応記録に残ってるらしいです。ルージュ姉さんの調査によると。そうなんだ。一応ね、その公式ガイドブックに載っている調査報告書っていうのはルージュが書いたっていう体になっているので、一応ルージュの調査がそういう内容だったっていう感じですね。なるほどね。はい。以上がプロジェクトシャドウ発足までということで、ジェラルドが孫娘マリアの病を治すためにしぶしぶ協力することになった不老不死の研究ということですね。なるほどな。では続いてプロジェクトシャドウ開始から中止までについて解説していきます。はい、お願いします。まずジェラルドはですね、カオスエメラルドの研究にかなり明るかったですね。そうなんだ。はい。でカオスエメラルドとかカオスドライブ、ゲーム中にも登場しますよね。軍のロボットを破壊すると出てくる。あれが一応カオスエメラルドの能力を転用した、半永久機関みたいなものなんだけど、そういったものを研究していた結果を踏まえて、無限のエネルギーを生命活動に転用できるぞっていうことに気づき始めたと。すごっ。もうそこまで最初の一歩目で行ったんだ、ジェラルドは。さすがだね。スピード感がすごいね。でほどなく一体のプロトタイプを完成させるに至ります。プロトタイプ。はい。これがいわゆる究極生命体プロトタイプ、バイオリザードですね。作中にも出てきた大きいトカゲみたいなやつだよね。このトカゲを素体として作り出したプロトタイプなんですけど、そのトカゲの自己修復能力、尻尾が切れてもまた生えてくる、ここに一応注目して、生命力が高そうだ、じゃあトカゲをまず素体で作ってみようということになったみたいですね。なるほどな。でその究極生命体プロトタイプなんですけど、思惑通りものすごい成長能力と自己修復能力、そして増殖の能力っていうものを示してくれて、皆さん大喜び、うまくいきそう
という流れになってきます。早速いい傾向が見られたわけだ。うん、自己修復能力とかもすごい高いと。はいはいはい。なんかさっきのマリアちゃんの病気とかの解決にも一歩近づけそうな、なんかいい結果だよね、それは。そうだね。早速これはいい情報が見られてるぞと、幸先いいねということになってました。確かに。ただですね、研究が進んでいくにつれ、プロトタイプの能力がその研究者たち、ジェラルドたちの予想を上回って成長してしまって、徐々にコントロールに支障がきたされるようになります。だからこれがもしかしたらカオスエメラルドの力がちょっと扱いきれないみたいなのもあったのかもしれないよね。なるほど。このコントロールに支障をきたすようになった頃のお話というのが、実はゲームの中でルージュが途中シャドウに突きつけていた調査報告書、バイオリザードの写真が描かれていたあの報告書の中を読み解くと、実はこの頃のことが描かれてるんですね。ムービーの中で書かれてた経過報告書の中に書かれてるってこと？中に書かれている情報というのが、その何月何日何時何分プロトタイプがこんなことをしてますっていう、細かく見てる。そうなんだ。情報なんですよ。はいはいはい。今回その内容を日本語訳しましたので、助かる。英語だったよね、確かに。はい、ちょっとこちらにね展開したいと思います。ありがとうございます。第23号プロジェクトシャドウ報告書。現在の状況、1月27日午前0時30分、シャドウの最初のプロトタイプを起動する実験を開始。実験は成功した。生命体の永久期間とカオスコントロールを起動させる期間は正常に動作している。しかし実験の測定値は今後セントラルドームで行う実験よりも高いものだった。ノート、プロフェッサージェラルドは試作1号機の成長速度が速くなっていることを指摘した。現在の体長は 2.7 メートル、体重は350キロ。ここ数日、指数関数的なレベルで急成長している。プロフェッサーから生命体の制御部分の強化が必要との要請があった。プロトタイプから目を離さないように。なぜならプロトタイプはまだ自分で歩けるほど強くはないが、首と尻尾はしっかりしているため、プロトタイプは温度や湿度の変化に敏感で、知能や学習能力のレベルもまだ低い。この時点ではまだ動物に近い状態である。なるほどね。こんなこと書かれてたんだ。そう。はいはいはい。しっかり調査報告書。本当だね。書かれてましたと。いうことで、これを見る限りコントロールできなくなってきたぞっていうのが一応書かれてますと。で徐々にですね、研究者内部の方でも、この研究ってちょっと危ないんじゃないかと。安全性に疑問を抱き始めると。だからちょっとこう内部でも派閥が分かれるというか、大丈夫かなみたいな感じになってきたと。ちゃんとコントロールしきれるのかっていう疑問視してる派閥も出てき始めてると。なるほどな。という状況だったみたいですね。でこっから急展開なんですけど、突如として軍がこの計画に介入してきます。軍ですね。ちょっと軍とアークの関係についても少し触れるんですけど、アークってもともとジェラルドが開発してるんですね。アークもそうなんだね。見た目もねジェラルドの顔ですし確かにそうか。アークってジェラルドが作ったんですよ。でそこで研究施設と居住施設があって、いわゆる自治領みたいな感じになっていたのかな。一応連邦政府とのつながりがありながらも、ジェラルドとか研究者が中心になってこう統治している場所だったんだね。なるほど。でそのアークの研究機関っていうものが独自性を持ちすぎていると。でちょっとこの辺りは明智の考察というか解釈も少し入ってしまうんだけど、もともとそのジェラルドはアークの中での研究成果っていうものを、世の中に役立てようとしていた。でそれは連邦政府の、利益になるよね。でそれで連邦政府はアークを支援するよねみたいな関係だったんだと思うんだ。明言はされてないんだけど、だけどだんだんとそのアークの中での研究っていうものが独自性を帯び始めていた。あんまりこう連邦政府が関わらないような形での研究も増えてきていた。このままいくとアークはもう連邦政府のそれこそコントロールできない状態になってしまうというか、力を持ちすぎるんじゃないかっていうことを、危惧していたらしいと。軍の内部ではね、これはでも正直解釈入ってます。一応その公式ガイドブックの記述としては、当時アークの研究機関の独自性を内的視していた軍上層部がいたという書かれ方をしているので、独自性を内的視。でも確かにアークの中で不老不死の研究をしてますっていうだけで、そのアークってなんか凄まじい力を持ってそうな感じはするし、それをなんか敵視する勢力がいそうなのは理解できるかな。軍としてはコントロールしたいが、ちょっとそれができないぐらいにアークっていうものが独自に強くなりすぎているというような思いがあったらしい。なるほど。そこで軍上層部が突然アークそのものを閉鎖するっていう計画を打ち立てるんですよ。アーク閉鎖。
急展開すぎません？いきなりだね。これがなぜだったのかっていうのは一応ルージュはこういう風に推察をしています、プロトタイプの暴走を目の当たりにした内部関係者が軍にプロジェクトの情報をリークしたものと思われる。真相は定かではない。究極生命体プロトタイプがだんだんコントロールできなくなってきたっていうのはレポートにもあったけど、それが暴走しちゃったっていうのを目の当たりにした関係者が軍にリークしちゃったと。そういう書き方をしてますね。ルージュはそういう書き方をしてるけど、これ真相は定かではないというのも添えている。でこれ定かではないっていうのは2つの部分にかかっていて、1つは内部関係者が軍にリークしたかどうか、これは分かりませんと。なるほど。そうなんじゃないかっていう話、でもう1つはその内部関係者がプロトタイプの暴走を本当に見たのかどうか。なるほど。ここも真偽のほどは定かではないです。先ほどお見せした報告書の方でも暴走したまでは書いてなかったんだよね。成長が早くなってきたっていうところまでは書いてあったけど、それが暴走して何か悪さをしたかどうかっていうのは分からないと。なるほど。ただその可能性があるよっていうことをリークしたのかもしれないね。ちょっと持った可能性はあるよね。確かにね、コントロールできなくなってきてるんですよは、なんだろう、もう手がつけられないんですよみたいな状態に聞こえたのかも分かんないし、そもそもそんな暴走があったのかどうかすら定かじゃないってことか。そうなんですよ。だからかなり不確かな情報だったにもかかわらず、軍はアークを閉鎖するっていう方向にもう舵を切るんですね。なんか強硬手段に打って出たよね。もともと大統領の依頼で研究しているわけだから、確かに。その連邦政府っていうところからの依頼にもかかわらず、軍が封鎖するっていうのも不思議な話なんですけど、そうだね。そういった動きが始まると、でこれは非公式作戦、アーク風滅作戦と呼ばれる作戦ですね。なるほど。これでどういうことが行われたかっていうと、7日間のうちにアークに住んでた人たち全員地上に戻されて、でアークの全施設を軍が凍結します。研究施設だけじゃなくて居住施設とかも全部含めて凍結しちゃうんですね。でプロフェッサー・ジェラルド以外のプロジェクトシャドウの関係者が全員殺されます。殺されちゃうの？殺されます。むちゃくちゃやってんな、軍。めちゃくちゃやってます。ただ表向きにはこれはバイオリザードが暴走して研究者たちはその最悪の犠牲者ですよっていう風に発表されてます。嘘だろ。軍めちゃくちゃだな、マジか。表向きにはじゃあそうか、バイオリザードが暴走して死んじゃったんですよってやってるけど、軍が殺害してるんだ。そうなんですよ。最悪じゃん。何これ。でそのバイオリザードが暴走して危ないから私たちはあなたたちを救いますよって言ってみんなその居住者たちは地上に戻されて、でコロニー危ないから封鎖します。なるほど。っていうことで、最深部に究極生命体プロトタイプいたんで、そいつは封印して、コロニーも閉鎖でジェラルドだけは責任者として、この災害を引き起こした悪の科学者として拘束をして、一度こう引き取るんですよね。最終的に生き残ったプロジェクトシャドウの関係者ってジェラルドのみ。そういうことだな。にはなります。なるほど。恐ろしいことをしてるね、軍はね。恐ろしいです。恐ろしいね。考えるだに恐ろしい。こんなことが起きていたんですよね。そうなんだ。続いてプロジェクトシャドウのその後について解説していきます。軍によってプロジェクトシャドウは中止になりましたと。その後軍に捕まったジェラルド、そしてコロニーに住んでいたマリア、彼らはどうなったのかっていうのをお話ししていくんですけど、まずジェラルドは特殊部隊に捕らえられて、ゲームにも登場したプリズンアイランドに収監されます。ジェラルドが収監されていたところっていうのはソニックが捕まっていた檻、まさにあの場所なんですよね。エミーちゃんが助けに来てくれたあの檻だね。あの檻の壁にびっしりと書かれていた何かの計算式とか図とかっていうのはジェラルドが当時書いたものなんですよね。そういうことなんだ。一方マリアですね。マリアがどうなったのかなんですが、確かに、風滅作戦の時に殺されてるんですよ。これも軍に。殺されちゃってんの？さっきもね、その風滅作戦の時にジェラルド以外のプロジェクトシャドウ関係者は全員殺されたって言いましたけど、マリアもその中に含まれていると。マリアちゃんも関係者ってことになっちゃうんですね。ジェラルドの親戚だからということなのかな。それもあるし、やっぱり研究施設に近いところに住んでいたとか、そういうことがあるのかもしれないね。そうか。居住区ではなくて研究施設で住んでたからね。そうか。っていうのは、それもあったのかもしれないし、残念なことにそういった形でマリアは命をその時落としたと。なるほど。
ことで、ジェラルドはその事実をプリズンアイランドに戻ってから知っています。牢屋の中で捕まってる時にマリアちゃんの死を知るんだ。そうだね。その話っていうのは、ジェラルドの日記だね、ラストストーリーでも、怖い語り口で、喋ってましたけど、ジェラルドがそのマリアの死を知るに至った経緯みたいなものは、あのムービーで知ることができるので、ちょっとそのムービーを一回確認しましょうか。わからない。どうしてこんなことになってしまったのか。究極の生物を生み出そうなどという考えがやはり間違っていたのだろうか。あの日コロニーに現れた軍隊。目的はおそらくプロジェクトの抹消だ。書の仲間たち、愛しい孫娘マリア、どうか無事でいてくれ。プロトタイプを封印するためか、コロニー全域が閉鎖された。アークの閉鎖は表向き事故として発表されたようだ。事故の犠牲者の中にマリアの名前を見つける。私は全てを失ってしまった。もう何もない。何も考えられない。復讐以外の何も。恐ろしい。一体私は何を考えているのか。このマリアの死を知ったことによって、もう復讐以外何も考えられなくなって、ジェラルドは暴走してしまったということですね。なるほどね。で、結局その後、ジェラルドは軍に拘束されて、処刑をされてしまうわけですよね。最後のシーン。構え、あの後はきっと銃殺されてしまったということなんだけど。いや、衝撃的なシーンだったよな。ジェラルドも結局は軍によって殺されてしまうと。そうか。ということで、プロジェクトシャドウに関係してた人物はこの時点で全員殺されてしまったということですね。これがプロジェクトシャドウの始まりから終わりまでの顛末ではあるんですけど、気になる点が残ってますね。シャドウはいつ生まれたのか。確かに。これはまだ語られてないと。シャドウね。いうことなんですけど、シャドウがいつ生まれていたのか。これタイミングとしては、究極生命体プロトタイプのコントロールが効かなくなってきてから、アーク封滅作戦までの間。ここがほのめかされています。この間にシャドウは生まれたんじゃないかということですね。一応これも先ほどの公式ガイドブックの文章の中に記述があります。この作戦が実施された時すでに、ジェラルドは別の素体を使って、究極生命体、シャドウをほぼ完成させていたらしいのである。軍特殊部隊が研究所に突入した際、逃げるジェラルドが孫娘のマリアにそれを託し、その時一つの脱出カプセルが地上に向けて射出されたのが確認されている。そのカプセルの行方は現在もなお分かっていない。この作戦が実施された時、アーク封滅作戦ですね。すでにジェラルドは別の素体を使って究極生命体シャドウをほぼ完成させていたらしいのである。と書いてあるので、封滅作戦前にはもういたと。なるほどね。シャドウがプロトタイプよりも後に作られたことは明確なので、でプロトタイプが暴走したあたりから作り始められていたんじゃないか。なるほど。ほぼ完成には至っていたんじゃないかっていうのが推察できる。トカゲ素体じゃあんまコントロールうまくいかないから、なんか別のアプローチをって作り出してたのかな。それがなぜハリネズミになったのかっていうのはわからないんですけど、一応そういうことですよね。なるほどな。でその後文章がこういう風に続いているんですけど、軍特殊部隊が研究所に突入した際、逃げるジェラルドが孫娘のマリアにそれを託し、その時一つの脱出カプセルが地上に向けて射出されたのが確認されている。これがシャドウがマリアによって射出される、まさにそのシーンのことを言っているんですね。回想シーンにあった脱出ポットのね、あのシーンだ。そのカプセルの行方は現在もなお分かっていないという風に書かれてるんですけど、少なくともシャドウはアーク時代にもう作られて存在していたと。でそのシャドウはカプセルによって地上に射出されてますよということが、ここで分かるわけですね。なるほど。ただ一方で、こんな記述もあります。これはジェラルドがその日記の中で言ってることなんですけど、オリジナルのデータをもとについにシャドウを完成させたと言っているんですよ。これ日記が読まれている順番が単純に時系列順なのだとすれば、アークで拘束をされてプリズンアイランドに収監された後の時系列なんですね。なのでこのついにシャドウを完成させたって言っているのは、
地上に降りてきた後なんですよ。アークの話じゃなくて、プリズンアイランドに降りてきてからシャドウを完成させたっていうふうに日記には記されてるってことだよね。そうなんですよね。だからこれが先ほどの記述と辻褄を合わせるのであれば、アークではまだ完成していなくて、ほぼ完成していたシャドウがカプセルによって地上に射出されました。でジェラルドが何らかの経緯があってシャドウを完成させたのは地上ですよと、いうことを示唆する文章ですよね。なるほどな。だから、ジェラルドは地上でもシャドウを完成させるっていう何らかの研究を続けていたっていうことが分かる。でゲームではプリズンアイランドに封印されていたシャドウをエッグマンが目覚めさせる、これがソニックアドベンチャー2の冒頭になってるわけですね。ダークサイドの話のね。はい。このシャドウがその地上で完成させたシャドウで間違いないと思うんですけど、この地上で完成させたシャドウっていうのがアークから射出されたシャドウを回収して完成までこぎつけた個体なのか、それともカプセルの行方は現在もなお分かっていないっていうくらいなんだから、カプセルで射出されたシャドウとは別の個体として、新たにジェラルドが作り上げたものなのか。この可能性はどちらも残された状態でソニックアドベンチャー2という物語は終わってるんですよ。なるほどね。この辺のどっちなんだ問題は過去にシャドウ考察という形で、別の動画で上げさせてもらってるので、ちょっとそちらを見ていただくとより理解が深まるんじゃないかなと思うんですけど、一旦シャドウの出生についてはそういった流れがあったと。なるほどね。いうことになりますね。かなり込み入った話になったと思うんですけど、今まで話してきた内容をまとめさせてもらうと、プロジェクトシャドウとは不老不死の研究ほぼイコールで究極の生命体開発計画でしたということ。でジェラルドの目的としてはマリアの病気を治したかったっていうのがあったんですね。ただその研究過程でプロトタイプのコントロールができなくなったことをきっかけに、軍の介入でジェラルド以外の関係者が皆殺しにされてしまい、アーク自体も封鎖されたことでプロジェクト自体が凍結しました、ということがあったわけですね。でマリアの死によってジェラルドは発狂してしまい、その後結局処刑されてしまう。これでプロジェクトシャドウというものを完全に闇に葬られた形になるんですが、その痕跡の一つというか、プロジェクトシャドウの目的の一つである究極生命体開発自体は、実はシャドウの誕生をもって完遂されていたと。なるほど。シャドウはこのプロジェクトシャドウによって生み出された究極生命体で間違いないと。何が成功で何が失敗かは分かんないけど、とにかくこの一連の事件の中で究極生命体としてのシャドウという存在が生み出されたよねっていうのが、そういうことが事実として残ったなるほどわけですね。プロジェクトシャドウについて今回要点をまとめさせていただいたので、この内容を押さえておけばプロジェクトシャドウについてはかなり理解が深まっているんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。プロジェクトシャドウについていろいろ解説させていただきましたけど、とにかく難しい話だったんじゃないかなと思います。そうだね。込み入ってたし、でも聞いてて本当悲しい事件だなって思ったな。悲しいっていうのは間違いないね。ただ悲しいだけじゃなく、こう闇の深さというか、なんかそういったものもこう見え隠れするようなお話だったと思う。で今回はその事実に沿って話をさせてもらったんで、例えばその風滅作戦っていうものが実際どういうものだったのかっていうのは分からないんですよ。ああ、そうなんだ。ただその風滅作戦の出来事っていうものはシャドウの中には事実として残っているわけですよね、記憶の中に。だからジェラルドがどんな思いでこの出来事を受け止めたのかとか、マリアがどんな思いでシャドウを見送ったのかとか、シャドウがこの記憶を胸にどんな思いで戦っていたのかとかっていうのに思いを馳せると何とも言えない気持ちになるというか。本当だね。ソニックアドベンチャー2っていう物語の深みっていうもの、シャドウが抱えている闇とか影の深みみたいなものが、より増してくるお話だったんじゃないかなと思いますので、今回の解説を聞いた上でまたシャドウの物語に向き合っていただいたり、これからのシャドウの活躍に注目していただけるとより面白くなるんじゃないかなと思います。面白い話だった。はい、というわけで、今回の動画もいいなと思った方は高評価、コメント、チャンネル登録していただければ幸いです。はい、お願いします。では締めの挨拶お願いします。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。